ご視聴いただきありがとうございます。では今回の糸はセリアさんのマリーナブークレーのベージュとネイビーの2色の糸を使ってバッグの方を編んでいきます。こちらの方は余っていた糸があったのでこのまま使っていきます。あと使用かぎ針は5から6号とあるので今回はこの6号針を使って編んでいきます。それとあと持ち手の方にはこちらはダイソーさんのものですね。この持ち手の方を2本用意したのでこれを使ってバッグを完成させようと思います。それでは編んでいきます。まず底の部分から編んでいきます。今回のバッグは底の部分にネイビーの色を使って編んでいこうと思います。ただ編み方の色を説明するときにこのネイビーの色だと分かりにくいのでこのベージュの方を使って編んでいきます。実際の完成させるバッグはこのネイビーが底になっている状態になります。色の配色はもうお好みで選ばれてください。では編んでいきます。ではまず糸端の15センチぐらいのところでこのくらいの小さな輪を作ります。長い方の糸は中指と薬指の間に挟んで針を持ち、この輪の手前から針を入れて奥の糸を引き抜きます。そのままぐーっと上に持ち上げて長い方の糸を小指から人差し指にかけていきます。ではここから鎖編みを編んでいきます。まず鎖編みの編み方は針に糸をかけてこの輪の手前に引き抜きます。針に糸をかけて輪の手前に引き抜きます。今これで鎖編みが2目ですね。まず分かりやすいようにこの鎖編みの1番目の目に目印のマーカーをしておきます。ここが鎖編みスタートになります。では今度はこの鎖編みを合計60目になるように編んでいきます。では今これで鎖編みが60目編めました。この鎖編み60番目のところにも目印のマーカーをしておきます。これで鎖編みが60目ですね。でここからは今これが作り目なので1段目を編んでいきます。1段目は長編みで編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを3目編みます。この鎖編み3目を長編み1目とカウントします。でここの鎖編み3番目のところにも目印のマーカーをしておきます。ここが1段目のスタートの目になります。ではここからは長編みを編んでいきます。まず針を入れるのはここの目印のマーカーをしているところの隣の鎖編みの上の方にこのように針を入れて長編みを編んでいきます。長編みの編み方は針に糸をかけて鎖編みの上から針を入れて糸を引き抜きます。今これで針に3本の糸がかかっています。針に糸をかけたら左側2本を引き抜きます。今これで2本の糸がかかっています。針に糸をかけてこの2本を最後まで一気に引き抜きます。今これで長編みが1目編めました。この立ち上がりも長編み1目とカウントするので合計長編みが2目編めてることになります。ではあと同じように針に糸をかけて次は隣の鎖編みに長編みを編んでいきます。であとは同じように
鎖編み1目に長編みを1目ずつ編んでいきます。これで今長編みが合計5目編めました。同じようにこの端の方のこのマーカーのところまで編んでいきます。では今ここまで編めました。ここのマーカーをしているところに最後の長編みを編みます。でこれで今作り目を60目で編んでるので、この長編みも60目になっています。一応今この長さの方を測っておきます。で今ここでだいたい30センチぐらいですね。ただこの長さの方は今から編んでくると少し変わってくるとは思います。では次は今度はこの編み地の方をひっくり返して、こっちの方にも同じように長編みを編んでいきます。で今ここのマーカーをしているところが端の目で今1目編んだんですが、今度は反対の方にも同じ長編みを編むので、ここの端の目にもう1目長編みを編んでいきます。また今と同じところに、もうこのマーカーは外しておきます。ここに長編みを編んでいきます。で次は今編んだところの隣の目、ちょうど反対の長編みの下の方ですね、ここに同じように長編みを編んでいきます。でその時にこの糸端の方ですね、編み始めの糸端があると思うので、この針の上に乗せて一緒に編みくるみながら編んでいきます。そうすると後で糸始末が楽になるので、編みくるみながら編んでいきます。で次は隣の鎖編みですね。であとはこのようにもう増し目をしていないので筒状になってくるので、このまま形を整えて、あとは同じようにまた端の方まで編んでいきます。では今このマーカーの手前まで編めました。ここのマーカーのところが最後の鎖編みになるので、ここにも長編みを編んでいきます。でもうマーカーは外しておきます。ではこれで1周が編めたので、まずこちら作り目を60目で編んで、手前と奥で60目ずつなので1周が120目の長編みになっています。ではこの後はここのマーカーのところにつないでいきます。まずここのマーカーは外して、このまま針をマーカーのところに入れていきます。であとは糸をかけたらそのまま最後まで引き抜きで終わります。引き抜き編みですね。これで1周がつながりました。では今度は同じ編み方でもう2段長編みを編んでいこうと思います。ではそのまま鎖編みを3目で立ち上がって、ここにも同じように目印のマーカーをしておきます。であとは前の段で編んだ長編みの頭にまた長編みを1目ずつ編んでいくので、今ここが立ち上がりの目で鎖編みを3目編みました。次は隣の長編みの頭、このちょうど鎖になっているところの真下ですね、ここに
長編みを編んでいきます。で、あとは隣の方に移っていきます。あとは同じですね。もう増し目もしないので、そのまま長編みに長編み1目を編んで、この1段目、2段目、3段目で3段まで同じように編んでいこうと思います。では今ここまで編めました。ここからはベージュの色ではなく、このネイビーの色で編んでいきます。まずここの底の部分が長編みで1、2、3段編みました。今度はここから模様を編んでいきます。まずこのまま同じ色で編んでいきます。ここからは細編みで編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを1目編んだら、次は今と同じ引き抜きをしたところに針を入れていきます。で、このまま糸を引き抜いて、針に2本の糸がかかった状態で針に糸をかけて引き抜きます。今これで細編みが1目編めました。この細編みの1番目のところに目印のマーカーをしておきます。で、次からは今度は鎖編みを編みます。まずこのまま鎖編みを1、2、3、4目編みます。その後は次は隣の長編み、その隣の長編み2目飛ばして3番目の目に細編みを編みます。で、次はまた隣の長編みに同じ細編みを編みます。これで鎖編み4目編んだ後は細編みが2目ですね。で、このまま鎖編みを4目編みます。で、次は1、2、2目飛ばして3番目の目に細編み。で、その隣の目にも細編みですね。で、鎖編み4目。で、鎖編み4目編んだら2目飛ばして3番目の目に細編み。この編み方でマーカーの手前まで編んでいきます。で、今細編み2目鎖編み4目編んでて2目飛ばしてるので1、2、3、4この4つの目が1セットになります。で、1周を120目で編んでるのでちょうど4の倍数になるので、このマーカーの手前まではきちんと編めることになります。ではこのままマーカーの手前まで編んでいきます。1、2、2目飛ばして、ここが最後の長編みですね。ここに細編みを編みます。次は隣の細編みにつないで、ここが2つ細編みがつながることになります。では今度ここのマーカーのところに引き抜き編みをしていくんですが、次は糸を変えてこちらのベージュの色で編んでいきます。なのでまずここのマーカーは外して、このマーカーをしていたところに針を入れたら、次はこちらの新しい糸を用意します。で、糸端を15センチぐらいのところで針の上に乗せて、この糸の方を引き抜いていきます。で、これで自然に糸が変わって、では今度はこの糸で編んでいきます。で、こちらの方の糸はまた今から使うのでそのまま切らずに置いておきます。で、引っ張っておきます。ではここからこの糸でまず鎖編みを3目編みます。これが長編み1目ですね。
この3番目のところに目印のマーカーをしておきます。では次は長編みを編みます。編むのは今と同じ場所に長編みを2目編んでいきます。今細編みの頭に引き抜きをしたところと同じ場所に長編みを1つでもう1つ編みます。これで前の段で編んだ細編みのところに合計長編みが3目入ったことになります。で次はここの隣のループのちょうど真下のあたりから針を入れてここに細編みを1つ編みます。で次に鎖編みを1、2、3、4目編んで隣のループに細編みを編みます。で次はここの細編みの間のところに長編みを3目編みます。ここでまず1つですね。2目、3目、前の段で編んだ細編みと細編みの間に長編みが3目入りました。次はこのループに細編みを編んでいきます。で鎖編みを4目編みます。であとは隣のループに細編みで次はここに長編みですね。このようにまず長編みを3目編んでここに鎖編みを4目編んで長編み鎖編み、この編み方でぐるっと一周編んでいきます。では最後の細編みを編んだら次はここのマーカーのところにつないでいきます。で次につなぐのはこの前の段で編んだこのネイビーの色、これで編んでいくのでこのままここのマーカーのところに針を入れたら次はこのネイビーの色を引き抜き編みをしていきます。ではこれで模様編みの2段目が編めました。で今見ていただくとここに長編みが3目、隣のループはそのままただのループだけですね。で長編みループ長編みとこの順番になるのでちょっと編んでいく時に長編みと間違って連続でしていくことがあるのでそこだけ注意して編んでいきます。では次はこのままこのネイビーの色で編むので前のベージュの色はぐっと引っ張っておきます。であとはもうここの前の段で編んだこのネイビーの色と同じ編み方で編むので針をここの真ん中の方に移動させます。このまま真ん中の長編みの頭に針を入れたら糸を引き抜いて糸の方をこの長編みの真ん中に移動しておきます。では今度はここから鎖編みを1つ編んで今と同じところに細編みを1つ編みます。でこれでマーカーをしておきます。ではあとは鎖編みを1、2、3、4目編んで隣のループに細編みでつないでいきます。で同じく鎖編みを4目編んだら次はここの長編み3つの真ん中の目に細編みを編みます。で1、2、3、4編んで
ループに細編み、1、2、3、4編んで長編みの真ん中の目に細編み。では今の編み方でこのマーカーの手前まで編んでいきます。では最後のループに細編みを編んだら1、2、3、4目編んでここのマーカーにつなぎます。その時はこのベージュの色でつなぎます。まずマーカーを外して細編みの頭に針を入れたら、次はこのベージュの色の方ですね。こちらの方を引き抜き編みでつないでいきます。で、このネイビーの色は引っ張ってまたこのまま置いておきます。で、今度はここと同じ編み方なので鎖編み3目を編んで、あとはここマーカーをしていただいて、また同じ場所に長編みを2目ですね。では次はこの隣のループに細編みですね。で、鎖編みを4目編みます。そしたら次は隣のループに細編み。ちょっと次が編むところで迷いがあるんですけども、もうここの前の段で編んだ長編みのところにまた同じ長編みと1個前のところで見ていただくと分かりやすいかと思います。で、次はここの細編みの頭に長編みを3目編みます。ここの細編みは細編みと細編みの間に編んだんですけども、次の段からはここのネイビーには細編みが1目しかないので、この細編みの頭に長編みを3目編みます。で、次に細編みですね。ではこのようにして1周編んで、あとはちょっと様子を見ながら必要な高さまで編んでいきます。このベージュの色とベージュの長編みの場所はもう同じ場所にあるので、前の段を見ながら編み進めていきます。ではここで糸端の方が短くなってきたので糸を変えていきます。変えるのはここの長編みのタイミングで変えていきます。まずこのまま長編みを途中まで編みます。この針に3本の糸がかかった状態でもいいですし、この針に2本の糸がかかった状態でもいいです。どちらでもいいので、今回はここの2本の糸がかかった状態で新しい糸を用意して、糸端をだいたい15センチぐらいのところで針の上に乗せて、そのまま引き抜きます。もうこれでこのまま新しい糸に変わったので、ちょっとこのまま立て続けに編んでいきます。では長編みの今ここの真ん中の目で新しい糸に変えました。裏の方に返すと糸端の方が2本あるので、こちらは後から糸始末をするのでそのまま引っ張っておきます。ではこのまま編み進めていきます。で、もし細編みで変える場合は、まず鎖を4目編んで、この細編みのところでこの針に2本の糸がかかった状態で新しい糸で編んでいくと自然に糸が変わるので、どちらでもいいです。糸端の方がなくなるタイミングで今のようにして変えていってみてください。ただここの鎖編みのところではちょっと変えにくいので、長編みか細編みのどちらかで糸の方を変えていくといいと思います。ではこのまま編み進めていきます。では今ここまで編みました。この長編みの模様が
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10段編みました。最後はネイビーのループで終わっています。まずこの時点でサイズを測っておきます。まず上の幅の方がだいたい24センチで、ちょっと下の方が広がってるんですが、下の方は27センチぐらいですね。編みながらちょっと3センチほど短くなっていきました。あと高さの方はだいたい20センチぐらいですね。この長さの方はもうお好みで編んでください。今そこの部分が広がって上に向かって少し狭くなってきたので、今度はここから細編みで縁取りを編んでいくんですが、このループの鎖編み4目で編んだ1つのループですね、ここに細編みを4目編んで、ここの細編みにはもう細編みを編まずに編んでいこうと思います。では今引き抜きをしたので、隣のループのところに細編みを編みます。ここが細編み1つですね。で、ちょっとマーカーをしておきます。で、あとは細編みを3目編みます。で、次はここは編まずに隣のループにつないでいきます。で、その時にあまりここを締めないようにですね、ちょっと緩めに編んでいこうかなと思います。4目編んだらまた隣のループですね。ではあと同じようにこのマーカーの手前のループまで編んでいきます。では今ここのマーカーのところに来たので、ここにつないでいきます。引き抜き編みでつなぎます。で、今だいたいこのくらいの幅ですね。ちょうどいい幅になったと思うので、このまま細編みの段を3段になるように編んでいきます。では今ここの細編みが1、2、3段編めました。ここにちょっとマーカーをつけてるんですけども、これはここの持ち手の通し口にしようと思います。まずこちらはダイソーさんで購入したものなんですが、この持ち手の方をフックでつけるようなタイプですね。なのでここに細編みの編み地の方を挟んでいこうと思うので、ただそんなに広くはないので、細編みを1段だけですね編んで、ここに挟むような形にしてみようかなと思っています。で、つける場所なんですが、まずここの中心のこの長編みの模様ですね、この長編みのこの列の方は合計で12列あります。で、手前の方に1、2、3、4、5、裏も同じく5ですね。で、両端の方にもあるので合わせて12列ですね。で、手前と奥でその模様の方を整えて、あとはここを中心に、今回はこの1、2、2つ目の長編みの模様の左上、こっちは1、2で右上のこのスペース、ここのスペースに合わせて上の方のこの細編み4目で編んでいるので、上の方に持っていって同じ場所の細編み4目、ここも同じですね。ここの鎖編み4目で編んだ細編み4目の場所につけていこうかなと思います。で、この持ち手をつける場所はもうお好みになるので、左右対称になるようにある程度調整できますので、お好みの方で編んでみてください。で、このような感じですね。で、反対の方も同じです。反対も同じようにマーカーをつけておきます。で、あとは糸の方をこのままこのネイビーで編もうと思ったんですが、もうこれで糸が足りなくなってきたので、
元々のベージュの色ですね、これが残っているので、この糸で最終段を編もうと思います。ただ糸が残っているのであれば、このまま同じ糸で編んでもらってもいいので、そのあたりもお好みで調整してください。では今度はここからちょっと糸端の方をもうカットしていきます。次はベージュに変えるので糸を切って、でこの糸で編んでいきます。でちょっと最後の引き抜きのところはもう外します。で引き抜きをするところにこのベージュの糸の方を針にかけて引き抜いて、ではここから同じように細編みを編みます。まず鎖編み1つで立ち上がったら、あと同じように編んでいきます。このマーカーの手前が最後の細編みですね。でここのマーカーからマーカーのところには編まずに、ここが細編み4目なので鎖編みも4目編みます。鎖編み4目を編んだら、今度はこのマーカーの隣の目に細編みを編んでつないでいきます。でちょっとマーカーは外します。でちょっともう少し編んでいきます。であとこれでこの持ち手の方が必ず通るかどうかをこのタイミングで合わせておきます。幅の方ですね。ちょうど鎖編み4目でこの幅がジャストサイズなので、ここだけ最初必ず確認をしてみてください。ではこのまま編んでいきます。ではもうあと同じですね。このマーカーの手前までは細編みで編んで、マーカーとマーカーの間は鎖編み4目で、このマーカーの隣からまた細編み4目と同じように1周編んでいきます。ではここまで編めました。あとはもう一段細編みを編んでいきます。では今度はここのループのところに来たので、ここにも同じく細編みを4目編んでいきます。で次はここの細編みの頭に編んでいきます。でこのようにループの上にも細編みを編んで、同じように1周編んでいきます。ではここまで編めました。ちょっとここの通し口にもう一度通していきます。今これでちょうど大きさとしては入るんですが、もう一段入りそうだと思うんですけど、ちょっと先に編んでみたら結構ギリギリで、もしかしたらこのフックが外れてきたりするかもしれないと思ったので、もうこの一段で終わらせようと思います。ただ最後に今度は引き抜き編みでちょっと上の方をしっかりと締めていこうかなと思います。では引き抜き編みを最後にしていきます。では今引き抜きをしてつないだところの次はその隣の目に針を入れて、そのまま左の糸を右に引き抜きます。で隣も同じですね。あとは1目ずつ針を入れて糸を引き抜いたら、この左の糸を引き抜く、この繰り返しですね。ではこのようにして最終段を編んでいきます。では1周編めました。
で、ちょっとマーカーをし忘れたので、最初のスタートがどこか分かりにくいとは思うんですが、ここがつなぎ目なので、ここが最初のスタートですね。なので、ここに最後の引き抜き編みをしたら、あとは糸端の方を少し残してカットします。で、このまま引き抜いて、あとはとじ針を使って糸始末をしていきます。で、針に糸を通したら、ここが一番最初の目ですね。この手前から針を入れて、今度はまたこの針を今の最後の引き抜きをしたところですね。ここに戻していきます。で、裏の方に通したら、あとはこれで目を整えて、今度は裏側の方で糸始末をしていきます。糸始末はもうやりやすい方法でいいんですが、数箇所目を拾っていきます。で、数箇所目を拾ったら今度は少し逆の方にですね、ほつれてこないように逆の方に通して、あとは糸端の方はカットします。では、あと残っている糸が他にもあると思うので、同じように糸始末をしていきます。では、糸始末ができたら、あとはこちらの持ち手を通していきます。では、持ち手の方がついたら、これで完成です。今回使用したこのセリアさんのマリーナブークレイは、ここにも書いてあるようにポコポコ感とあるんですが、少し糸が他の糸とちょっと違う質感なので、編み方はとてもシンプルなんですが、可愛らしく出来上がったのではないかなと思います。よかったら編んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。